速報です。新しい情報が入ってきましたので速報でお伝えします。岸田首相絶対絶命で実現シナリオも特別定額給付金の2回目と消費税減税ということで給付金の最新情報についてお伝えします。で、この特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないか分かってないんですけれども、もちろん消費税減税もそうなんですけれども、その実現するシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。で、この岸田首相絶対絶命、そして自民党が失脚とすることで、特別定額給付金の2回目とか消費税減税が実現するシナリオについて動画で最初からお話しさせていただいてますので、最後までご覧になっていただければと思います。それでは早速いきたいと思います。で、最初に今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。個人の方で給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請したいという方、あるいは確実に給付をされたい、確実にその申請を完了させたいという方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい情報が出ましたらこのように動画でお話しさせていただきますので、そういう情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録していただければと思います。まずこの特別定額給付金の2回目って何という話なんですけども、そもそも特別定額給付金とは、コロナ禍にあった2020年ですね、2020年の5月にあった全国民を対象にした所得制限なしで国民1人当たり10万円を給付すると、そういったような給付金のことです。で、その2回目というのは何かということですけれども、今この特別定額給付金が給付されたような、国難の事態にありますよという実感を国民が持っていって、政府自民党、岸田首相としては、コロナ禍のような国難でないとこの特別定額給付金の2回目といったようなことはやりませんと言ってるんですけれども、国民の実感としては国難の事態だということがあるので、この2回目やったらどうだという声がありますと。で、その実現の可能性は今どれぐらいあるかということについて検討していますと。そのシナリオについて検討したことをお話しさせていただきます。で、この特別定額給付金の実際にこの1回目ですね、コロナ禍にあった特別定額給付金も実は国民の声を汲み取って給付が決定します。特別定額給付金の1回目は国民の声で実現したというところですね。もともと1世帯30万円を給付するっていう案で閣議決定してました。ただその後の国民の世論調査で1世帯30万ということじゃなくて国民1人当たり10万円を給付してくださいという国民の声がめちゃくちゃ多かったと。で、その世論調査、国民の声を汲み取って公明党が自民党に提案をしていって、その声を聞いた自民党は一度1世帯30万で閣議決定した内容を組み替えて1世帯1人10万円ということで決定して特別定額給付金ということで給付に至ったというふうな経緯があります。なのでこの国民の声をもってしてこの特別定額給付金の2回目というものが行われる可能性も全くないというわけではないと思います。さあ、国民の声はどういったことになっているでしょうかと。生活費負担がとにかく苦しいといったような声が大半です。コロナ禍よりも生活が苦しい。それはなぜか。物価が上がっている上に給料が上がってないといったような現状があります。物価が上がるというのはそんなに悪いことではないかもしれません。デフレを脱却してインフレに少しなっているということなので、とにかく悪いということではないんですけれども、その上で給料が上がっていないという現状があります。いやいや、給料は上がってますよ、ベア 5% とかそういうものがありますよっていうふうに言われたりするんですけど、それはあくまで大企業に限ってのことで、我々国民の大半が勤めている中小企業に至っては給料はほとんど上がっていないと、実際にそのような状態になっているというふうにニュースだったり、新聞にも載っていると。現状としては物価は上がっているけれども、ほとんどの国民は給料が上がっていないといったような現状があります。国民の生活の下支えが必要といったような現状になっていますと。そういった国民の声を汲み取って、この特別定額給付金、10万円、1人10万円給付というようなものも行われる可能性というのはないかなというふうに考えていきます。さあ、10万円給付というものを政策にしている
政党はどこかなということを確認したいと思います。自民党あるいは公明党といったようなところはこういった10万円給付ということを政策にはしていません。先ほど言ったように岸田首相はコロナ禍のような国難の事態でないと、1人10万円給付といったような給付金は行いませんというふうに言っています。ただこの10万円給付ということで政策にしている党もあります。それは国民民主党とれいわ新選組です。国民民主党はインフレ手当として10万円を1人10万円を給付するということを政策にしています。あるいはれいわ新選組というのは春夏秋冬、四半期に1回ですね、1年に4回季節ごとに1人10万円を給付するというところを行っていくということを政策にしています。その財源もあるというふうに言っています。ただこのいずれにしても、国民民主党にしてもれいわ新選組にしても野党ということがありますので、なかなか国会で法案にして、その法案を通してその10万円給付というものを行うというところまでは至ってないという状況です。さあ、自民党はじゃあいつまでも与党でいられるのかということです。野党の政策というのはいつまでも実現しないのかというところを確認したいと思います。今、岸田内閣の支持率というのは過去最低を更新しているといったような状況です。とんでもない低支持率で、もしここで衆議院解散が行われれば、自民党は過半数を割って与党から野党に転落といったような事態にもなりかねない、そういったような支持率になっています。この低い支持率では解散は絶対無理ということになってきます。ただ岸田首相としては、このまま首相でぜひ居続けたいと思っているに違いありません。ただ岸田首相が再選してまた首相で居続けるためには国民の支持というのが絶対必要です。なぜならばこの後に今年の9月ですね、自民党の総裁選というところがあります。その後約1年後に衆議院議員の任期満了というのがありますので、ここまでには衆議院の選挙というのは必ず行われます。で、そこに行くまでにこの残り1年でですね、自民党がこの低支持率の岸田内閣を再選させて、自民党の総裁としてですね、岸田首相を自民党の顔としてまた自民党の総裁に再選させるということは到底考えにくいという状態です。もし岸田首相をまた自民党の総裁ということにしてしまえば、この岸田首相をこの自民党の顔として選挙を迎えるということになります。そうなればもしかしたら自分のその衆議院議員としての地位が危ういという可能性を自民党の衆議院議員は考えるはずですので、そこで自民党の総裁選で岸田首相をまた再選させると、総裁として再選させるということにはおそらくならないというふうに思われます。自民党の総裁をまた再選するために岸田首相としてはこの1月から6月の間に政治資金規正法の改正を行い、国民の支持率を少し上げ、さらにこの6月から始まる減税ですね、減税4万円というところをスタートさせて、その上さらに国民の支持率を回復して、そしてその6月の後にですね、衆議院解散を行った上で、少し国民の支持率が上がった状態で解散をするので、過半数を割らないで自民党がなんとか与党として議席を確保して国民の信を得ましたという最低限のものをもってして、この自民党の総裁選に再選すると、そしてまた首相で居続けるといったようなシナリオを書いていたはずです。ただこの低支持率ですと、さらには最近に入ってきた最新の支持率ですね、岸田内閣の支持率は、JNN、これはもう TBS 系ですけれども、過去最低を更新したといったような状況になっています。さあ、岸田首相、この支持率、低支持率を目の当たりにして、いよいよ諦めたのではないかと。2024年9月、今年の9月をもってして自民党総裁任期で退陣をしていくと。岸田首相はギリギリまでおそらく粘るはずだと思われます。どうしても首相で居続けたいので、この9月まではもしかしたら自民党総裁として、内閣岸田首相ですね、首相として続けていくという可能性はあります。ただこの低支持率、解散をしてもどうやら過半数割れしてしまう可能性も大きそうだということで、解散もできずということで、この自民党総裁の任期満了をもってして退陣といったような可能性もあります。じゃあもうこの特別定額給付金の2回目であるとか、あるいは消費税減税というものは
行われないのかというふうにも想像できますと。岸田首相がこの支持率を上げるためにこの特別定額給付金の2回目であったりとか、あるいは消費税減税というものをやる可能性もあるんじゃないかということについて、ここまで検討されている、そういうような声がありました。ただこの自民党のこの総裁選にはもう再選無理だということで、岸田首相がいよいよ諦めたというふうになれば、こういった特別定額給付金の2回目とか消費税減税はもう逆に検討されないのではないかなというふうにも想像されます。しかしここで岸田首相が絶体絶命になり、この再選を諦めるということで、逆に実現する可能性があるといったようなシナリオが見えてきます。さあ、もし岸田首相がここで退陣をしますということで、その後に自民党総裁選が9月に行われます。そこで今国民に少し自民党の中で人気があって、首相としていいんじゃないかというふうに世論調査とかで言われているのは、石破さんであったりとか、あるいは小石河連合といったようなところの、その周辺の議員がですね、首相としていいんじゃないかなというふうに言われています。あるいは高市さんですとか、あるいは麻生さんが推すようなですね、女性の議員がもしかしたら首相になる可能性も推されて首相になる、自民党総裁選で、総裁になりですね、首相になる可能性というのがあると思います。しかし国民としては、ここまで自民党が行ってきた政策であるとか、あるいは政治と金の問題、この裏金問題ですね、そういったようなものがあって、国民もいくらなんでも今回はさすがに怒ってると。自民党がこの総裁を変えて新しい顔を立てたところで、さすがに今回は大激怒してるんじゃないかというところですね。ただどんだけ自民党が支持率が低くても国民は選挙に行かず、結局自民党が与党でいてしまうというふうなことも言われていますが、今回はさすがに国民も本当に怒っているだろうということで、国民も自民党にノーということで、おそらくその後に行われる衆議院議員の選挙において自民党が大敗して過半数割れするんではないかなということも予想できます。そうなると自民党は過半数割れしたとしても、全体の中としてはもしかしたら第一党の立場、全体の政党の中で一番議席が多いというところは過半数割れするものの、もしかしたらギリギリ保つかもしれません。そうなると、与党としてやっていくためには連立政権を組むしかないといったような状況になっています。ただ連立政権を組んでその一つのうちの党になったとしても、さすがに大敗しているので、自民党の総裁をそのままこの総理大臣として推すということはもしかしたらできないんじゃないかなということで、連立政権を組んでその中で第一党ではあるものの、その中で議席を増やしたりとか、国民に支持をある程度受けている党の党首をもしかしたら首相に推すという可能性があります。さあ、ここでピンときた皆さんもいらっしゃると思うんですけれども、今国民に支持を受けてもしかしたら議席を増やしそうな政党、国民民主党というのがあります。国民民主党がそのまま議席を増やし、そして連立政権の中に組み入れられて、国民民主党というのは自民党に近いような政策というのをちょっと打ち出したりとかして、国会でも自民党に一緒にやりましょうよといったような形で働きかけたりとか、少し自民党に近い党です。この自民党が大敗してですね、過半数割れしてしまって、その後連立政権ということになった場合にですね、国民民主党が一緒にその連立政権の仲間に加わるということは大いに考えられます。その結果、自民党としても自分たちの党のこの総裁を首相としては推せないので、その連立、村山政権のようなですね、前を思い出せば村山政権のような連立政権を組んで、国民民主党の玉木代表を首相として推していくという可能性もありますと。さあ、ここでもし国民民主党の玉木代表が首相といったようなことになった場合、気になるのはこの国民民主党の政策です。はい、先ほどにお話したところに戻ってくると思います。
国民民主党は10万円給付というのを政策にしている党です。インフレ手当として1人10万円給付するということを政策にしています。さらにその国民1人当たり10万円給付ということに加えて、消費税減税というものも政策にしている党です。消費税減税法案というのを実際の昨年の11月の頭に参議院に提出しているといったようなこともあります。つまりこのようなシナリオで国民民主党の玉木代表が首相になった場合、国民民主党の政策、このインフレ手当、給付金10万円であるとか消費税減税というものを2つとも政策として、このような、定義をしていくと、首相になって定義していくというふうな可能性もありますと。特別定額給付金の2回目10万円というだけじゃなくて、消費税減税も実現する可能性もあるというところが出てくるようなシナリオです。さあ、消費税減税が望まれている理由というところについていくつか整理しました。今回補助金の動画いくつか上げさせていただいてるんですけども、とてもたくさん再生していただいて、皆様からもコメントたくさんいただいてます。で、コメントの中でやっぱり多いのが、この特別定額給付金の2回目のような10万円給付、国民1人当たり10万円給付というのもいいんですけれども、この消費税減税もぜひやってほしいというふうに、コメントいただく、方も結構いらっしゃいます。で、その消費税減税が望まれている理由というのをちょっと整理してみました。まず1つ目ですね。消費税の負担というのが大きいということですね。例えば消費税というのはもう全体にかかってくるような、税金ですね。例えば1人の収入がですね、年収が400万円の方がいらっしゃった場合に、何かその400万円で物を買った場合ですね、10% なので40万円というのが毎年毎年かかってくるというふうな形になります。この10万円給付されるということは、一時的に10万円が給付されるというものにとどまるのに対して、この消費税減税というものが実現できれば、その負担というのがなくなりますので、それがずっと続くという形になりますので、その負担が軽くなるということになります。それが2番にも言えると思うんですけれども、経済的影響の持続というところですね。負担が軽くなった分が持続していくという形になるので、この一時的な10万円給付ということに比べて、この消費税減税というのはさらにこの経済的影響が大きいんだと、さらにそれが継続していくんだということも言われています。さらにはこの消費刺激というところですね。消費税っていうのは何かを買った時、何かサービスを受けた時に 10% かかってくるようなものです。その 10% がなくなるということになれば、当然消費したい、サービスを受けたいというような気持ちがどんどん増えてくるはずなので、そういった消費の刺激になって経済がどんどん回るんではないかということも言われています。さらには税負担の公平性ですね。これは一様に収入が多い人、少ない人に関しても同じだけ物を消費すれば同じだけ税金を、同じ額だけ税金を払っていたという状態に比べて、この消費税というものがなくなって、例えば所得税とかですね、そういった収入に応じて税金がかかるということの方が税負担の公平性があるんではないかというふうな声もあります。さあ、この消費税減税ということ、あるいは10万円給付ということを国民民主党が言っていますと。今この国民民主党が実際にこの連立政権で首相として推されてですね、実際に首相になった場合、本当に実現するのかというところが気になっています。そこで今日午後1時ぐらいにですね、国民民主党の本部に電話をして聞いてみましたと。今国会の中で自民党が与党ですと。ただ衆議院選挙がこの後行われる可能性がありますよねと。来年か、あるいは早ければ今年行われる可能性ももしかしたらありますよねと。で、それに至ってですね、先ほどお話したような、自民党が大敗をして過半数割れをし、連立政権を組むということになったら、おそらく自民党は自分の党のこの総裁を首相としては推せないだろうと
連立政権となって、そこで自分の党のこの総裁は推せずに、国民に支持を受けているその連立を組む政党の党首を推す可能性があると思っていますと。その場合、玉木代表が推されて首相になるという可能性があると思っていますと。そして今、国民民主党で政策にしている柱の政策ですね。この10万円給付、あるいは消費税減税ということが、この選挙後もですね、この例えば首相になったとしても、そういった政策というものは、実現に向けて提言していくのかということを伺ってみました。もちろんその玉木さん本人というわけじゃないんですけれども、その国民民主党の本部の方に今のような質問をさせていただきました。要は玉木代表が首相になった場合、この政策をそのままやっていきますか、提言していきますかということですね。お答えとしては、この衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はあると。この政策ですね。政策をブラッシュアップしていく可能性はありますが、この柱の政策はブレる可能性は低いと思うと。つまり、この10万円給付、一律10万円給付ですね。あるいは消費税減税、この2つのこの柱の政策というのは、ブレる可能性はほぼないということでお話しされていましたと。つまりこのシナリオが実現した場合はですね、この玉木代表が消費税減税、あるいは10万円の給付ということを政策として実現するために動いていくという可能性が高いということが分かりました。岸田首相絶体絶命で実現シナリオもということで、特別定額給付金の2回目のような10万円給付ということだったりとか、消費税減税の実現のシナリオということについてお話をさせていただきました。給付金とか補助金に関するような動画が、最近アップさせていただいて、たくさんコメントいただいてるんですけれども、先ほど言ったように、消費税減税のお声があったりとか、あるいはそういった給付に関して賛成とか、あるいは反対というお声もたくさんいただいてます。で、おそらくこの動画たくさん再生されているので、こういった与党にいる方とか、あるいは内閣にいる方、あるいは岸田首相といったようなところに近い人も絶対この動画は見ていらっしゃると思います。ぜひ本当に賛成反対の一言だけでも結構ですので、コメントをぜひ入れていただければと思います。そういったコメントをですね、ぜひそういった政権の方にも届けて、こういった給付金10万円であるとか消費税減税というものを実現していくというふうに動いてくれるようにしていきたいというふうに思っています。また先ほど言ったように新しい給付金補助金に関する情報が出ましたらすぐに動画でアップさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はチャンネル登録をしていただければというふうに思います。ありがとうございました。